こんにちは、川島屋です。この動画では麹発酵機を使った簡単な米麹の作り方を紹介します。米麹作りに必要な材料はお米。ここではお米4合を使用します。お米は笹錦や北小町がおすすめです。種麹。ここでは種麹を 5g 程度使用します。蒸し布。蒸し布はテトロンという素材のものがおすすめです。さらし布。お米を保温する際にお米を包みます。ここではパイレンという素材と綿の素材2種類の布を使います。蒸し器、せいろ、または電動蒸し器。麹発酵機。クーラーボックスやこたつでも頑張れば代用できます。あると便利なものとして温度計、しゃもじ、茶こし、麹蓋などがあります。雑菌の繁殖を抑えるため器具はきれいに洗ってから使用しましょう。できるだけ熱湯にくゆらせて洗い、お日様に当てて乾かしておくと雑菌が繁殖しづらくて安心です。米麹作りには全部で11個のステップがあります。それでは実際に米麹を作っていきましょう。ステップ1、お米を洗う。お米をよく洗っておきます。お米についたぬかや汚れをしっかり落とします。濁りがなくなるまで2回から3回ほど洗い、水を捨てます。ステップ2、洗米したお米を水につける。きれいな水をたっぷりのお水につけておきます。雑菌などが入らないようにラップをしておきましょう。夏場など気温が高すぎる時には冷蔵庫の野菜室などに入れて20時間程度置いておいても良いです。ステップ3、洗米したお米の水をよく切る。米をざるに上げて2から4時間程度置いておき、水をしっかりと切ります。ここで水が残っているとお米を蒸した際に蒸し具合にばらつきが出てきてしまい、良い麹に仕上がりません。なお、水を切るためにざるを激しく振るとお米が割れたり粉状のお米ができてしまいます。ざるは振らずに静置させておき、水を切りましょう。ステップ4、お米を蒸す。お米を蒸し布で包み、せいろや蒸し器に入れて蒸します。蒸し布はテトロンという素材のものがおすすめです。お米がくっつきにくくて便利です。はじめの5分から10分は蓋をせずに蒸します。蒸気が上がってくるのを確認しましょう。蒸し時間の目安はおおよそ40分。できるだけ強い蒸気で蒸し上げるのがポイントです。ここでの蒸し具合が麹の仕上がりを大きく左右します。せいろを使ってお米を蒸す場合は一番下の段は空にしておくのが良いでしょう。お湯と蒸し米に距離を持たせておくことで蒸し米の底面がべちゃべちゃになるのを防ぎます。またお米を2段以上のせいろに分けて蒸す場合は途中でせいろの段を入れ替えるのが良いでしょう。この場合目安の蒸し時間の半分、すなわち20分間が経過したところで上と下の段のせいろを入れ替えます。せいろの段を入れ替えることで蒸し具合のムラを少なくします。なお、炊飯器などでお米を炊くと炊き上がったお米の水分量が多すぎてしまい良い麹には仕上がりません。適度な水分量に抑えた形でお米を仕上げるためにお米を蒸し器に入れて蒸気で蒸すという作業が必要になります。良いお米の蒸し具合はお米を一つまみ取ってみてひねりつぶすと餅のように固まるひねり餅の柔らかさです。潰した時に白い芯が残っていない状態で最大まで硬くするのがコツです。べちゃっとした蒸し米がある場合は取り除きます。ステップ5、蒸したお米に種麹を振りかける。お米が蒸し上がったらお米に種麹を振りかけます。これを種切りと呼びます。種切りを始める前に発酵機のスイッチを入れて庫内の温度を35度程度に温めておきましょう。またトレーに水を入れておき適度な湿度にしておきましょう。お米が蒸し上がったら清潔なトレーや布巾を広げます。ここではパイレンという素材の敷布を使用しています。蒸し布に使った布は湿気を吸いすぎているので
種切り以降のプロセスには使用しないでください。そこに蒸し上がったお米を広げます。やけどに注意をしてください。しゃもじで米を切るようにして米表面の水分と熱を飛ばしていきます。蒸し上がりのお米は温度が高く、すぐに種切りをすると熱で麹菌が死滅してしまいます。温度計で温度を測りながら、まずは45度程度までお米の温度を下げます。45度程度に下がったら種切りを開始します。種切りは茶こしを使うと便利です。全体にまんべんなく種麹を巻いていきます。均一な種切りを行うのがポイントです。麹の出来を大きく左右するので、念入りにまんべんなく種麹を巻きます。お米の塊をほぐし、すべてのお米に菌が行き渡るようにしっかりと混ぜていきます。混ぜが足りないと菌の繁殖がまばらになってしまうことがあります。お米の量が少ないとあっという間にお米の温度が下がってしまいます。素早く種切りを行っていきましょう。特に冬場は温度が下がるスピードが速いため注意が必要です。場合によっては室温の高い場所、エアコンで調整するなど調整が必要です。なお、全体にまんべんなく種麹を行き渡らせるためには、使用する種麹を数等分し種麹を巻くといいでしょう。種麹を巻き、米全体を優しく混ぜるという作業を繰り返すと、うまく種切りができます。家庭で少量の米麹を作る場合には、種麹を規定量より多めに使うようにしましょう。良い麹に仕上がりやすくなります。種麹を規定よりも多く使用する分には、仕上がりには支障はありません。この動画では、お米 600g に対して、種麹を規定の6倍程度の 5g を使用しています。ステップ6、保温する。お米の温度がわかるように、温度計を挿しておきましょう。種切りが終わったら、お米を素早くひとまとめにして清潔な布で包み込みます。ここではパイレンという素材の敷布と綿のさらし布を使用します。お米がなるべく小さく丸くなるようにパイレンでギュッと力強く包みます。さらにパイレンの上から綿のさらし布で包みます。パイレンの周りのさらし布がお米から出る湿気を適度に吸ってくれます。綿の布だけだと保温中に蒸し米の水分を吸いすぎてお米が早く乾燥してしまうのでうまく仕上がらないことがあります。パイレンとさらし布で包んだお米を発酵機に入れ18時間から20時間程度保温します。保温されているお米の温度を品温と呼びます。麹菌の繁殖に最適な品温は35度から40度程度です。この温度を保てるように工夫をしましょう。理想的な品温の経過はこのようになっています。米麹の標準品温経過表は川島屋の麹の作り方ページからもご参照いただけます。麹菌の繁殖に理想的な湿度は 70% から 80% です。麹発酵機の前面が水滴でいっぱいになるぐらいの湿度が麹菌の繁殖には最適な環境です。ただし庫内の結露が垂れ落ちてきて麹を濡らすと仕上がりが悪くなります。庫内の天井の結露はこまめに拭き取るようにしましょう。ステップ7、発酵し温度が高くなったお米をほぐす。麹の保温開始から18時間から20時間程度経過すると発芽した麹菌の活動により蒸し米の品温が高くなり発酵機の中に麹の甘い香りが漂ってきます。蒸し米の品温が40度程度に上がってきたら包んだ布をほどいて蒸し米の見た目と香り、湿り気、これを上房と呼びますをよく観察してみてください。うまく発酵が進んでいれば麹菌の菌糸によりお米が白っぽくなり麹特有の甘い香りが漂っています。この状態で保温しているお米の塊をほぐして温度を均一にします。これを切り返しと呼びます。切り返しを行うことでお米の隅々まで酸素を行き渡らせる意味合いもあります。素早く米を一粒ずつバラバラにほぐしましょう。お米の温度が下がらないように素早く混ぜるのがポイントです。
しっかりと混ぜたら元通りに布でしっかりと包みます。麹の手入れを行うことにより麹全体に空気が行き渡り菌の繁殖が促進されます。米の温度が高すぎる場合は米を手早く混ぜて温度を下げましょう。麹菌の状況によっては保温を開始してから数時間で品温が40度以上になる場合があります。その場合はその時点で切り返しを行ってください。品温が45度を超えてしまうと一部の麹菌が死滅してしまいます。急激な品温の上昇には注意が必要です。反対に保温開始から20時間以上が経過しても品温が40度以上に上がらないことがあります。その場合はそのまま品温が40度を超えるのを待ちましょう。また発酵機の温度設定を上げて品温を上げてみてください。ステップ8、布に包んだお米を麹蓋に移す。切り返しから数時間経過し品温が40度を超えた段階でお米を布から麹蓋に移します。麹を麹蓋に盛り分ける作業を盛りと呼びます。布をほどいて中の麹を麹蓋に丁寧に移していきます。平たくなるように広げ発酵機の中に入れます。通常は切り返しから数時間後に盛りを行います。ただし盛りを行うタイミングは経過時間だけでは判断できません。麹菌のハゼ周りを肉眼で確認し品温を照らし合わせて判断する必要があります。はじめのうちは品温が40度以上になるのを盛りのタイミングの目安にしましょう。品温がずっと上がらない場合は盛りは行わず布に包んだ状態でこの後のステップに進んでください。ステップ9、麹の手入れ2回目。盛りから5時間から6時間が経過すると麹菌はさらに繁殖し蒸し米の品温が再度40度まで上昇します。このタイミングで再度蒸し米の塊を手で素早くほぐし全体を攪拌します。手入れを行って品温が38度程度に下がるのが目安です。麹の手入れはその後も麹の品温が40度以上になった時点で随時行っていくと良いでしょう。品温が上がりすぎるようなら発酵機の温度を下げるか場合によっては発酵機の電源を切ってしまっても良いでしょう。麹菌の状況によっては品温が40度以上に上がらないことがあります。その場合は中仕事は行わずにそのまま品温が40度を超えるのを待ちましょう。ステップ10、麹の手入れ3回目。中仕事から数時間経過し麹の品温が40度以上になったら再度麹の手入れをします。ここでもお米の温度が下がらないように素早く手入れをしていきましょう。品温が38度程度を目安に手入れをしましょう。発酵が進んでいれば米からは栗のようなほのかな甘い香りを感じます。情報をよく観察しておき今後の麹作りに生かしてください。麹の保温開始から完成までのおおよそ45時間程度の間に通常は2回から3回の手入れを行います。発酵具合によっては4回目の手入れも行う必要があります。麹菌の状況によっては品温が40度以上に上がらないことがあります。その場合はしまい仕事は行わずにそのまま品温が40度を超えるのを待ちましょう。ここからの品温は40度以上を保ち甘み成分のグルコアミラーゼをしっかりと働かせましょう。甘みの強い麹に仕上がります。ステップ11、麹の完成。しまい仕事から数時間後に麹が完成します。お米のハゼを確認しましょう。ハゼとは麹菌の菌糸が蒸し米に根付き食い込んだように見える状態のことです。ハゼ込み具合が良く栗のような香りが出ていれば麹の出来上がりです。なお出来上がった麹を室や発酵機から出すことを出麹と呼びます。気温や湿度により麹菌の繁殖具合が異なるため出麹までにかかる時間も変わります。情報と香りで出麹のタイミングを見計らいます。菌糸が伸びて米同士がくっついて板状になっており手で簡単にほぐれる程度が良い麹の目安です。米粒の表面に麹菌がよく繁殖し全体が白くなっており米粒の内部にも麹菌が食い込んでいるのが理想的な麹の仕上がりです。
麹の保存方法。で麹後は麹の粗熱を取ります。少量であれば紙袋に入れて冷蔵庫の野菜室などに入れておくのがおすすめです。冷蔵庫ではおおよそ2から3週間程度の保存が可能です。長期間使用しない場合はジップロックなどに入れて冷凍庫で保管をしておきましょう。冷凍庫ではおおよそ1から3ヶ月程度の保管が可能です。湿度が低く風通しの良いところに置いておいても麹の塊が厚いと発酵が止まらずに麹の質が悪くなってしまうことがあります。粗熱はしっかり冷ましましょう。油断していると下がったはずの品温が再度上昇して麹の質が悪くなることがあります。良い麹とは、良い麹の色。麹の色は純白。米粒の表面に麹菌がよく繁殖し、米粒の内部にも麹菌が食い込んでいる。良い麹の食感。手で握ると柔らかく弾力感があり、固まらずにバラバラにほぐれる。良い麹の重さ。麹の重量がもともとのお米のおよそ 20% 増しになっている。良い麹の味。麹を噛むと栗のような特有の香りがするのが良い麹の味です。出来上がった麹で甘酒を作ってみて甘みをチェックするのもおすすめです。麹1に対して水2の割合を混ぜて60度で6時間保温する。麹だけの甘酒を作ってみましょう。美味しい甘酒に仕上がっていれば家庭で行う麹作りが成功したと言ってよいでしょう。ぜひご自宅で上質な米麹作りを楽しんでみてください。なお、川島屋では麹作りの分かりやすいレシピを掲載しています。また、米麹作りに最適なさまざまな種麹や麹発酵機、せいろ、テトロンの蒸し布やパイレンの敷布も提供しています。よろしければ一度川島屋のサイトもご覧ください。それでは米麹作りをお楽しみください。ありがとうございました。